ちょっと待って、でも一発で。おお、ほら一発で、やっぱりそうや。視察された事件、平均年収1400万円。7号室のお客さんという隠語があるみたいで。ほう。どうも、富山の娘、かなこです。今回は日本最大のビジネス街にある東京駅を探索しよう。来ちゃいました。大阪駅に続いて今回は東京駅ということで。確かにそうですね。大阪駅のが再生数良かったんでしょうね。いや、もともと名古屋駅から始まってね。あ、そうだね、そうだね。結局名古屋駅の再生数があるからこの駅シリーズやってるっていう。そうなんですよね。で、大阪駅もまあまあの再生数取れて、で今回は東京駅ということで。そうなんです。今回ももうバッチリ楽しい歴史などが知れますよ。はい。ということで、こちらの東京駅は JR 西日本、JR 東海、東京地下鉄の駅で日本最大のビジネス街である丸の内、大手町、有楽町、八重洲、日本橋、京橋の中心に位置しています。そして、全国の新幹線網における最大の拠点であり、当駅から乗り換えなしで34都道府県に結ばれており、1日あたりの列車発着本数は約3000本という日本代表するターミナル駅となってます。もう桁違いだね。交通の便もそうなんですけど、こちら後ろにある駅舎ですね。立派ですよ。こちら2003年に国の重要文化財に指定された丸の内駅舎で、皇室用玄関である天皇の駅としての役割も果たしております。この目の前ですね、あそこに皇居がありますのでね。ほんと真ん前ね。今こんな感じで人が多い中撮影しております。はい、もうここで写真撮影してるの海外の人ばっかだからね。そうだね。ということで今回はそんな東京駅の歴史も振り返りながら探索していこうかなと思います。はい、ということで東京駅探索レッツゴー。もう早速ね、早速ですよ。はい、真ん中何なのかっていうね、正門みたいな感じじゃないの？あ、海外の方が写真撮られて、あそこ撮ろうと思ってたんですけど、じゃあその前にこちらを見ましょう。空いてますからね。空いてます、ここ空いてますという。はい、保存復元された丸の内駅舎、ほぼ形変わってないじゃん。あ、そうなんですね。というのも、この東京駅の丸の内駅舎は1914年に辰野金吾さんによって設計されましたが、1945年の第二次世界大戦によって南北のドームと屋根内装が消失してしまいました。なんでこれ駅舎ね、2階部分と3階部分でレンガの色ちょっと違うんですよ。ちょっとズームしますけど、3階の窓のところ色ちょっと濃いでしょ。なんであれは第二次世界大戦の時に空襲で燃えてしまって壊れたのを直したっていう跡ですね。なんですけど、この丸の内駅舎、やっぱもう結局日陰に行く西日がもうすごいのよ。西日が東京照らされて東京駅すごい光り輝いてる。なんですけど、この丸の内駅舎は創業当時の姿を戻す工事は約5年間かけて2012年に完成しました。なんで結構工事してるとこ覚えてる人多いんじゃないかなと思います。なんかいつも工事してんなっていう記憶がある。そしてあと最新鋭の高層ビルじゃなくて、あえて当時の外観を忠実に再現しており、失われて消えてしまったものをかつての姿に新しく作るのを元に戻すで復元っていうんですけど、変化してしまったものを元通りの姿に戻す復元っていう漢字がちょっと違うんですよ。元が元じゃないんだ。元じゃなくて、原型を修復するの方を使っております。そのため大理石やレンガなど元の産地からわざわざ取り寄せたようで、すげえこだわり。だから結構 JR 西日本が本当に妥協なく東京駅作り直したことが分かります。なんとなく作り直したんじゃなくて、完全に元のやつ再現しようとしたってことだね。そうなんです。はい、ということでこれが東京駅の有名な石碑ですね。有名なの。私さ、幾度となく東京駅には来てるんだけど、これ初めて見た。こちらですね、八重洲の外堀にかけられていた八重洲橋を支えていた石だそうです。で、この石碑を囲むように、先ほど説明し忘れたんですけど、正面に荷車寄せっていう車寄せですね、ここあるんですけど、これっていうのは皇室専用貴賓出入り口で、天皇皇后両陛下や国賓皇賓貴族などが東京駅を利用する際に乗用車をつけるところで、一般人は利用できないとなる。なるほどね。天皇があそこから現れて、車で皇居に向かわれるっていう。なるほど。じゃあ本当に天皇専用の扉だ。そうなんです、そうなんです。だからこうやって柵してあるんですよね。簡単に入れそうですけど、そうだね、多分別に捕まるわけじゃなさそうですけど、皇室専用という感じですね。ほら、ちょくちょくね、説明が書かれてるのもいいですよね、こうやって。議席。どういう石使っ
ってるかってことね。なるほどね。一応復元って言ったんですけど、そのまま復元したら耐震構造良くないので、これ説明書いてあるかな。あ、これですね。これ。地震発生時、建物全体がゆっくり動くことがあります。これはだから直した時に新しく作ったのが、でも違うな、ゴムがね見えるはずなんですけど、なんで元の姿に戻したから地震の時危ないんじゃないかっていう心配は実はなくて、新たに免震構造付け加えられているそうです。はい、なのでその辺は安心ですよと。はい、じゃあ早速ちょっと中ドーム見てみましょうか。これも復元したものですね。8つのレリーフは干支をモチーフにしており、当時のデザインですよね。アーチを構造的に固める石をキーストーンって言うんですけど、ここは5つのキーストーンがはめられております。で、面白いのがその中に実は豊臣秀吉の兜があって、秀吉の兜の中でも特に有名な馬輪後ろ盾兜があるそうです。キーストーンの中に何それ。これなぜかって詳しく分かってないらしいんですけど、設計者の辰野の故郷が豊臣秀吉に仕えた土地であったためと推測されているそうです。あとこちらの下、ドーム床のデザインもこだわりがありまして、こちら放射状の模様は改修前の天井のデザインを図案化したもので、立体に見えるように錯覚を利用しているそうです。なんかへこんでるように見えるもん。あと柱がねちょっと近未来的じゃない？確かに柱だけあえて銀色にしてるみたいで、というのも3階床より上は辰野金吾による当初のデザイン復元したんですけど、それより下は現代の機能に合わせて新たなデザインになっているので、あえて新しく作ったよっていうのを分からせるために銀色の柱になってるそうです。なるほどね。昔多分使われなかったであろう素材で。昔の柱だったらちょっと細くて耐久性良くなかったので、昔よりこれ太いらしいです。新しく作ったからどっかにね西暦2012年って表記されてるらしいです。でも12って書いてある。書いてあるね。それぞれ12って書いてある。真上だった。そうだね。あとはこういう手すりとかも当時流行していたアール・ヌーボー風曲線のデザインであったり、いろいろあるそうですね。ちなみにここの天井を見上げているのは多くのお客さんの中で私とさくら2人だけです。一応ここ東京ステーションギャラリーってあって歴史もわかるんですよね。そうなの？ここが駅のギャラリーになってて、本当だ。ほら入館1000円で、だからこれは当時のレンガ作りのままらしいです。でこれ見ると表面のが化粧レンガっていうのがわかるんですよ。レンガをこう全部積み立てたわけじゃなくて、表面だけレンガで中は鉄筋だったりするんですよ。横の東京ステーションホテルも見てみますかね。見る。ちなみにあそこが丸の内ホテルで、もともとここに国鉄の本社があったみたいで、あと JR 東日本の初代本社があったそうですが、取り壊されて今は丸の内ホテルになってます。初めてこんなにここで滞在したよ。東京駅ってさ、着いても次の目的地があるからさーっと通り抜けるだけなのよ。だから東京駅を観光に使ってほしいですね。そうだね。そういうことで、これがちなみに新丸ビルで、こっちが旧丸ビルで、あれがもともと郵便局あった切手ですね。一応その名残で下は外壁だけありますね。あるね。時計とかもそのまんまなんだよね。ここにステーションホテルの入り口があるんです。本当だ。ここですね。現在地がここで、こっちか。ちなみにね、ここね駅長室なんですよ。ここ本当だ。駅長室って書いてある。これね、場所ちょっと覚えといてほしいです。この駅長室今後重要になってくるんで覚えといてください。皆さんここですよ。これさっき言いたかった化粧レンガと構造レンガがこう分かれてるんですよ。表面に見えてるのが化粧レンガで、で中は構造レンガの部分と鉄筋が入ってる部分と分かれております。そしてここが憧れの東京ステーションホテル。スモールラグジュアリーホテル。一番高いロイヤルスイートは1泊80万円となっております。もうどこなのかね。一番上じゃない。そしてこちらが南口になります。さっき見たのが北口ですね。南口も同じくドームになっておりまして、同じデザインになってますね。やっぱり左右対称。東京駅誕生も気になるけど、誕生から100年って書いてあるよ。マジでではなく、原首相遭難現場。実はここですね、1921年に当時の内閣総理大臣の原敬さんが大塚駅職員によって刺殺された事件あった場所です。そんな事件があったの？刀で亡くなったんですけど、初代駅長の肩をかすめ、原首相の右腹部を刺し、駅長室で手当てを受けましたが、すでに絶命していたそうです。なるほど。それがね、これちゃんとあるんですよ。ここで刺されました。そんななんか、どうです。ここで刺されました。で、暗殺するに至ったきっかけははっきり分かっていないそうですが、政治に対する不満かな、っていうのもここに書いてありますね。本当だ。それすらもなんか記念碑みたいになってるなんて。だから当時そういう事件あったってことですよね。すごいね。最近だとトランプさんもやられたじゃん。見て。
泊まろうと思えばマジですぐ泊まれるけど、憧れとか言ってるけど、憧れでいい部屋な。いや別に今度はいい部屋だ。いや安いとこだったら今度予約しますよ。予約します。いい部屋。ちなみに左右対称って言ったんですけど、昔は東京駅って1948年まで乗り込むお客さんは右から、駅から出てくるお客さんは左側に乗車口と降車口が分かれていたそうで、今はどっちでも出入りできますけど、なんで原隆さんはだからこっから乗って刺されたって感じですよね。なるほどね。でやっぱ最近でもさ、トランプさん撃たれてたじゃん。撃たれてたよ。本当にマジで政治家命がけなんだから。戦前とかならなんか分からんでもないというか、そういうね、なんか学生運動じゃないけどね、本当に最近もそういうのがあるぐらい恐ろしい時代ですよね。恐ろしいよ。そう考えると本当に政治家はすごすぎる。命がけだね。大変すぎ。ということで今度はついに JR の中に入っていろいろ探索してみましょう。さあどこですか？人だらけだ。あれは何？誰も撮ってるの見たことがないやつ。1914年12月20日開業ですって。ドームくんってキャラクターおったんや、知らんかった。横から見てきて。横からこんな体勢。横からこんな体勢。子供やないか。子供顔出すやつやないか。あれはちゃんと歴史とか書いてあっていいね。そうすごいよ。実はなんか東京駅一番最初にできたかと思いきや、新橋横浜が駅としては最初ですからね。明治5年にね。そう、外よりも乗り換えが多いから中の方が人いっぱいいるね。本当に。ですぐね山手線があって、その後は京浜東北線、この通りはよく通るね、新幹線降りてからね。あ、そうだね。東京駅って言ったらここかな。ありました。またしてもやられてます。ちょっと待って、またしてもやられすぎじゃない？やられてます。こちらですね、1930年当時の内閣総理大臣の浜口おさちさんが、じゃあ幸男だろう。おさちってもの？おさちです。浜口おさちさんが愛国者社員に近距離から銃撃された事件で、銃撃された浜口さんは駅長室に運び込まれ、その後大きな手術をして、一命を取り留めました。しかしその翌年に放線菌症で亡くなってしまい、死因が銃撃による症状の悪化かどうか裁判もされたそうです。結局それによってなんか殺人罪か殺人未遂罪か大きく分かれているようで、結局殺人未遂罪が適用されて死刑から無期懲役、そして仮出所まで減刑されたそうです。どうこれでも本当はこの上らしい。電車乗る上。そういうことだよ。首相が襲われたところに印がある東京駅、すごいね。すごいっすよね。もしかしたら今まで踏んづけてたかもしれない。これ新幹線出てね、で山手線出るときにこっちに流れていくじゃん。ワンチャン踏んでるよ私。とりあえず事件が起こったらみんな一回駅長室行くんだね。原首相で一回事件起きてるから、浜口さんの時なんかせんかったんかって思うじゃん。実は原さんが暗殺されて以降、首相が乗降する時は一般人立ち入り禁止になってたんですよ。なってたんですけど、この浜口さんが人々に迷惑かけてはならないっていうことで立ち入り制限されなかったみたいなんですよ。それを狙われたと。皆さん知ってました？マジで知らなかったよ私。なんだろうな、大阪駅はさ、模様で迷路楽しんでみたりだとかさ、電気のデザイン楽しんだりとか、ほらアンモナイト見つけたりとか楽しい感じだったんだけど、今東京駅散策し始めてすごく前半だけど物々しいね。物々しい。いややっぱ歴史があるから。そっか。まず第二次世界大戦でやられてるからね。そうだね。そんな感じで偉人いっぱいいるから、それも後々見ています。まだあるの？まだいっぱい偉人いますわ、もちろん。今から作業が始まります。カニの化石を探します。カニの化石を。東京駅にも化石あるの？ちょっと待って、でも一発で。ほら一発だ。やっぱりそうや。カニ。そうなんです。ここね、カニの化石あるんですよ。これ写真撮ったらバズるやつです。化石は現代のカニの中では赤モンガニ科に近いそうです。なんかもずくガニみたいな形かな。そう YouTube でこれ紹介してるのうちらだけ、うちら初です。知らない人多いでしょ。多いと思うよ。こんなにすぐ見つかるとは思わなかったら。これゲゲゲの鬼太郎でさ、最後の方に出てくるカニの妖怪わかる？あれと同じフォルムしてる。ウェブ上でも正直ちゃんとした場所書かれてないんよ。あ、本当に？だから言わない方がよくない？この動画出したらさ、絶対もうすぐわかるじゃん。めっちゃわかりやすいしね。わかりやすい。新幹線の南口出て手荷物預かり所ってところがあるんだけど、そのすぐ隣の柱です。いやー、これもね、もう東京駅来たらぜひ見つけてほしい。
続いて東海道新幹線にやってみます、はい、東海道新幹線はね、世界初の高速鉄道であり、日本の新幹線としては最古の歴史を持っていますので。いやー、東海道新幹線はね、光に乗ってたね。光ほら静岡止まるし。ああ、なるほどね。のぞみは止まらないのよ。光とこだまに乗ってたね。県外から東京来てるわけね、これ、ほとんどの方が。あ、こんなんもあるね。起点だからあれじゃない、0キロポストみたいなもんなんじゃない。あ、そういうことね。というのもね、最初なんか駅長室覚えておいてくださいって言ったじゃないですか。そう実はあそこにあった駅長室が0キロポストの場所になってて、だからこのライン上に全部0キロポストがあるんですよ。だからこの先に駅長室があるんです。だから東北新幹線は東北新幹線で大理石の0キロポストあったりとか、それぞれ0キロポストが違うんよ。そういう面白さもありますね。みんな時刻表見てるんですけど、我々みんなこれです。かっこいいプレートなんですけど、これよく見ると結構面白くて、作られたのが1959年、できたのが1964年で、東京オリンピックに向けて5年っていう短い年月で作られたんですよ。東京新大阪間で、あと特徴は英語で見た時に東海道新幹線でニュー東海道ラインってなってるじゃないですか。新幹線って英語でブレッドトレインなんですけど、当時新幹線という英語がなかったので、そもそも新幹線っていうのはもともと東海道本線って JR あったんですけど、利用者が多いからさらにもう一本作ろうよ、どうせならより速い鉄道を作ろうってことで、新しい東海道線って意味だから、新幹線ってみんなね、形イメージしますけど、本来は新しい幹線鉄道っていう意味がこのプレートにはその証拠が残ってるって感じ。そういうことね。続いていきたいのがこの東海道新幹線の端っこなんですけど、どっちの端っこかちょっと分かんないから、じゃあ一旦こっち行ってみようか。で、こっち行って祈っとこう。 N700 系を見ながら歩きましょうよ。 N700 系長すぎやね、ほんまに。いや、これ汗かくわ、サラリーマンも。いや、こんなにうろうろせんやろ。北陸新幹線できて新幹線に馴染みやすくなったからね。いや、本当に福井の人もね、新幹線馴染みやすくなったんじゃないですか。そうだろうね、存在自体がね。あ、見えた、あったよ、一番奥になんかあったよ。本当に東京駅隅から隅まで見るもいっぱいあるから困っちゃうわ。難しいわ。あれはそごう真司さんのレリーフです。めっちゃ撮り鉄おる、撮り鉄だらけや。すごい、めっちゃかっこよくない？ここ、これすごいね。でも我々新幹線撮りに来たわけじゃないからな。バードストライクって言うんですか。まあみんな新幹線撮ってるんですけど、はい、もうこっちですよね。これです。これがそごう真司さんで、これ裏もなんかあるのかな。あ、裏は一応年代とか書いてあるね。で、このそごう真司さんは元国鉄総裁の方で、はい、新幹線の生みの親です。あなたがこれを。だから当時世界中に前例のない一大プロジェクト、東海道新幹線の建設を実現させました。というのも、新幹線を建設するにあたって世界でもやってないので、内部からの反発がかなりあったそうで、建設費用がもうオーバーするって分かってたらしいんですよ。新幹線は作らないといけないと、国のために。最終的にオーバーしたから総裁辞任する形で責任取ったみたいなんですけど、東海道新幹線の開業記念にはすでに辞任していたので呼ばれなかったそうです。ああ、なるほど、関係者じゃないからってことね。そう、N700 系が走りましたよ。ほんまや。それの記念碑には一家咲きて天下春なりという、こちら、これは新幹線という一花が開いて日本は高度経済成長という春に突入したという意味で使われたそうです。間違いないですよ。本当にありがとう、そごうさん。ありがとう。このメガネだけリアル。レイバンじゃない、レイバン。横見たら笑ってるとか泣いてるかそういうのかなと思って。あ、漱石と同じ感じで下からやったら悲しんでるとかさ、いや、そうでもないわ。結構端っこにあるじゃん。なかなか見つけづらいとこにあるのもさ、ちょっとあったよね。こんな端っこじゃなくていいよ。すごいいい絵だよ。ほらほら、新幹線来たよ。うわ、いい絵、いい絵。さっき出発したばっかりやのに。撮り鉄の人はこう来るのがいいのかな。てか誰もそごうさん見ずに撮り鉄の聖地になってますよ。それも初めて知りました。いや、みんなそごうさんにお礼言ってから撮ろうね、新幹線。それはそうかも。みんなそうかもしれない。拝んでください。ありがとう。新幹線走った時家で見てたらしい。テレビで見てたやって。それもそれでなんか切ないけど、まあまあでもまさかね、当時こんなにうまくいくと思ってないかもね、新幹線が。ということで続いて山手線、はい、在来線の山手線行きました。でもここら辺もね0キロポストあるんですけどね、一応これが0キロポストらしいですよ。このブロンズのやつ、これここに駅長室があります。なるほどね。だから真後ろも多分あるよ。それぞれね全部形違うらしいよ。こっちはこういうゼロ、
京浜東北線はこういう感じ。面白い。面白いよね。で新幹線もねそれぞれやっぱ違うんよ。新幹線はホームにあったけど。そういう楽しみ方ありますね。在来線。じゃあ行きましょうか次総武線行こうと思ったんですけど、これ駅舎ポストって言って、2012年丸の内駅舎復元工事完成に合わせてこのモニュメントのさポストが作られました。へー、初めて見た。そう、隣切ってあるって言ったじゃないですか。東京駅と東京中央郵便局は地下通路でつながっていたそうで、1978年まで郵便物を地下から運搬通路を使って運んでたらしい。すごい。なんで郵便物を乗せた台車を電気機動車で引いてたみたいで、現在でもその出入り業者の運搬通路や身体障害者用の通路として使用されています。なるほどね。そういう歴史もあるとね。すごいよ、こんなポスターここだけでしょ。これ記念写真スポットですよ。また東京駅から総武線遠いんよね。絶対遠いって分かってる。総武線名前の由来が上総の国と下総の国、現在の千葉県ですね、と武蔵の国で東京都なんで、千葉県と東京都を結ぶ路線という意味から来てるみたいな。総武線がね。総武線が。で面白いのが京葉線もさ東京の京じゃんで千葉のようじゃん。見えてきました。総武線もね利用してる人多いでしょ。これ見て、なんかいろいろ感じません？なんかもう地下水がただ漏れてる。そうなんです。実は地下にありすぎて、地下水で大変なことになってます。びちゃ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 です。あと特徴的なホーム下見てください。このタイル色違うとこあるじゃないですか。あるでしょ。あれ実は杭が打たれてる場所。高度経済成長期に建物いっぱい建てて、地下水汲み上げたことで地盤沈下が大きい問題となっていたんです。そこで東京都は1972年に汲み上げ規制を行ったので、総武線と京葉線は地下深くにあるからね、水位上昇してホーム浮き上がる可能性があるんです。なんでそのためにアンカーをホームに打ち付けて、それを打ち付けた場所がこれ工事跡らしいです。でも至る所にある。そうそう、だから一回タイルを破壊して打ち付けてまた新しいタイルにした。そう、総武線はもう地下5階にあるそうです。で地下水は地下3階まで。だから上からもう降ってくる。降ってきてるんだ。なんですけど東京駅構内ね青い管あるらしくて、放水してるらしいです。だからちょっと放水漏れてるんかな。ちょっと漏れちゃったんかな。もうちょっと水漏れてんじゃない？漏れてる？水が漏れてるよ。上から漏れてるよ。ということで最後京葉線行きます。京葉線、はい。東京駅には7号室のお客さんという隠語があるみたいで、東京駅やっぱ利用者が多い分自殺や事故病気で亡くなる方が多いため、霊安室が第二自由通路付近と地下2階の2つあって、で地上のドアには7っていう番号が記されていて、7号室のお客さんっていう風に内部では言われているそうです。京葉線行くのに動くほどいやマジで助かる。今私ね東京駅内ずっと歩いてたんですよ。あれこれどんぐらいかな、2時間近くかな、ずっと歩いてるんですね。だからこのね動くほどめっちゃありがたい。この京葉線ね、なんで遠いかっていうのも理由ありまして、もともと京葉線のホームの土地は成田新幹線という成田空港に新幹線通すために用意された土地なんです。でそこに採算性合わなかったから京葉線のホームがここにできました。なるほどね。なんで実際東京駅の隣にある有楽町駅から歩いた方が早いぐらいなんですよね、本当は。だって今のところ動く歩道3個ぐらいあるじゃん。めっちゃある。めっちゃあるよね。でも一応ホームまであと200メートルということで。あ、そうなんや。もうこれ最後じゃん。ただみんなね、このね動く歩道の上も早歩きで歩いてるっていう。いや止まると逆にしんどいけどね。でようやく見えてきました。あれがね京葉線コンコースステンドグラス。お、あれか。はい。横9メートル縦5メートルに及ぶ天地創造という対策だそうです。てか意味がわかんないけど、レリーフこれ目的なんで、まあ一回出てみよう。あったあった、あれ奥にあるやつ、あれが RTO レリーフって言われるやつで、制作者不明。はい、昔のね日本地図、進駐軍鉄道司令部のために用いられた待合室の壁に設置していたレリーフで、当時の鉄道の様子が書かれているんですよね。そうか、駅かこれじゃあ。そうそうそう。ちょっと面白いのがあるんですけど、わかりますかね。この東京の山手線のとこなんですけど。山手ライン。そう。山手。そう。山手じゃないって。そうなんです。実は昔、山手線じゃなくて山手だったんですよ。山手。へえ。最近ね、ヒカキンさんが漢字読めないって言っていじられてる動画があって、ヒカキンさん山手線のこと山手線って言ってたんですよ。実はあながち間違ってないっていう。そうだよ。昔の名前言ってるだけかもしれない。そうむしろめっちゃいろいろ知ってる可能性も。ちなみに富山書いてあるよね。あ、そう。きっと立山連峰描かれてるのかな。そうですね。これはでその横、なんか獅子舞が逆立ちしてるんだけど、あれはどこの何？なんか怖いね、人面魚みたいな、こういうレリーフがあります。なるほどね。ということで一旦
旦正面に戻ります。はい、上行こう。上行くか。わかんないから今ここがどこかわかんない時はもう出よう。八重洲南口ですかね。結局京葉線から歩いて普通に来れるっていう、あとねちょっと銀の鈴っていう待合スポットがあるんですよ。待合スポットメッカですよね。ああそう、お土産もあるぐらいなんでそれも見に行きます。はいはい。ということで銀の鈴がありました。待ち合わせ場所ね、待ち合わせ場所に行くまで迷うっていう、でもこれ下地図だよ。あ、本当だ、知らんかった。地図になってますね。とりあえず銀の鈴、歴史もちゃんとありますね。初代銀の鈴が1968年に誕生して、当時東京駅は東海道新幹線誕生に伴い利用者が増加し、待ち合わせに困る人が目立ったそうです。なるほどね。そこで待ち合わせ場所として巨大な銀色の神社鈴を吊り下げたらどうかと提案され、吊り下げたのが始まりだそうです。神社で鈴をつけた紐を許すってから拝むの神様を呼ぶためのもの。本来鈴は神様だけなく人を呼び注意を促す道具として使われており、待ち合わせ場所のシンボルとして鈴が制作されましたと。ね、これがね現在4代目だそうです。結構すごいね。わざわざ吊り下げて、なんかドラえもんの鈴っぽいね、本当に。本当に鈴だね。こちらが待ち合わせ場所の銀の鈴。このまままっすぐ行って、じゃあ正面の東京駅戻りましょう。帰宅ラッシュなのよマジで今ちょうど6時近くかな。はい、6時14分です。はいはい。さあ戻ってきました。はい。3時間ぶりですか。いや長かったね。ただねまだまだありますんで、まずあっち行きます。4時ぐらい日差し強すぎて行けなかったもんね、暑すぎて。ちょっと日が落ちてね、やっと出れるようになった。ようやく歩ける外。夏に動画撮るもんじゃなくない？命の危険感じる。ほんまにちょっとね離れてるんですよね、東京駅から。本当だね。誰でしょう。誰も見てないですけど、こちら、井上勝さんです。井上勝さんは明治期の日本鉄道官僚で鉄道の父と呼ばれております。あと鉄道の父。ちなみにさん、ヨーグルトで有名な小岩井牧場知ってます？はいはい、知ってる。小岩井乳業、実は彼の名前が由来です。井上さんです。何にも小岩井感ないけど。ないでしょ。岩手県で東北本線の工事進めてる時に、その地を開拓したいということで、日本鉄道会長の副社長である小野義信さん、三菱の社長である岩崎彌之助、そして井上勝さん、それぞれの頭文字取って小岩井。そう、井上の井か。そう、最後の井上の井が井上勝さんです。鉄道工事してる時に美しい田んぼを潰した償いで、最後は農場とか作ろうっていうことで始めたのがきっかけだそうです。こっから東京駅を見てるの？いや、見てます。うわー、すごい。ちょっと東京駅やばいじゃん。ということで、今からちょっと東京駅の街並みもチラチラっと、見てみようと思いまして。まだ歩くと。はい。ちなみに、この丸の内、大手町、日本橋、八重洲と、大きく4つのエリア分かれてますので、で、ちょうど目の前のが新丸ビルですかね。そういうのも見ていきましょう。ちなみに丸ビルの地下に動輪のモニュメントもあるんで、ついでにそれも見ましょうか。切手のあれ屋上もね行けるからね。行きたいよね、切手は。もう皇居は行く元気はねえわ。もうまっすぐ行けば皇居だから。そうですね。でこちらがザ写真スポットでした。この左右対称で右側から入って左側から出てたっていうね、そういう歴史もありますね。ちなみにこの丸の内っていうのが歴史的にも三菱財団が開発してきた土地なので、基本的に三菱系の本社が集まってます。はいはい。で特に三菱グループの御三家と言われる三菱 UFJ 金庫、三菱商事、三菱重工業の本社が全て丸の内にあります。で現在でも三菱地所が丸の内一帯に30棟ものオフィスビルを所有してますんで、ここ一帯の30棟全部三菱です。ここね、丸ビルのこいつです。これね、丸ビルの杭って言われてて、ほらブワーン。1923年に作られた旧丸ビルを支えていた長さ10メートルの松杭で5443本あったそうです。で当時の1本が保存されてます。ちなみに東京駅もこれあったんですよ。東京駅の場合は約1万1000本の松の杭があって、それは復元工事の時に全て撤去されました。現在は松の杭に代わって約450本の新しいコンクリート杭が地中20メートルまで打ち込まれていて、でそれに乗った鉄筋コンクリートの地下室を作って、さらにその上に駅舎全体を乗せている免震構造となってます。なんか斬新だね、飾り方が床に置いてあるっていう。だからなんでここ丸ビルのわざわざ見に来たかというと、この松杭が東京駅でも使われていたということですね。全部見始めたら終わんないよ。だから東京駅と街歩き2本立てにした方がいいぐらいの勢いですね。うわでかい。飯島レンジ食わないと。飯島レンジに教
教えなきゃ東京のガラスバカでかいって。美味しいかもしれんね、東京のは。もう本当にビジネス街で結構夜は閑散としてたんですけど、この丸ビルができてからビームスとかさ、こういうおしゃれなアパレル系も入って若い人が来るようになったんですよね。なるほどね。でこういう街もおしゃれになったんですよ。だからそれまでは本当にただのビジネス街だったんですよね。いやめっちゃおしゃれじゃない？そう。この辺。あ、撮ろうと思ったのこれです。私ですね、今は YouTube してますけど、こう見えてもともとサラリーマンだったんですね。この三菱商事、こちら本社サラリーマンの頂点に君臨してます。年収とかですか、やっぱり。超エリートです。ちなみに、三菱商事平均年収1400万円。平均でですか。生涯年収7億円。素晴らしい。サラリーマンの頂点がこちらになります。皆さんこちらでございます。超エリートです。ちなみに三菱御三家が三菱 UFJ 銀行、三菱商事、三菱重工業って言われてるんですけど、三菱地所、ビルディングとかあるね、やってる方が給料はいいと言われていて、ただ三菱グループ御三家に申し訳ないから対外的には給料低く公開してるらしいです。実際は違うけれども。そうそう、生涯年収7億ってさ、普通のサラリーマンの2倍ぐらい稼いでない。本当にやばいよね。3億と7億って全然違うからね。すごい、マリオカートがこんなとこにあるよ。三菱商事の人が仕事終わりにちょっと遊ぶみたいな。いや違う乗ってんのか、海外のお客さんだ。そうだった。こちら丸の内の地下北口にある蒸気機関車のかつての動輪ですね。東海道線走ってた C621 号型蒸気機関車のもので、直径1メートル75センチだそうです。めっちゃでかいね。100年記念でここにモニュメントしたんです。だから100年前ぐらいに作った車輪だね。みんなめっちゃ通り過ぎてるけど、すごいからこれ。誰も見てない。誰も見てない。待ち合わせ場所にもなってない。歴史と技術力がこう結集してるね、いろんなとこに。本当に。あと事件とね。事件も。まあ最初ざわついたけどね。そう。はい、ということで、すっかり日も暮れまして、本当にライトアップされましたね。いやー、いいね。ちょっとライトアップされた東京駅もまたいい感じじゃない？めちゃくちゃいい。ただ約3時間ぐらい東京駅歩き回りましたけど、乗り換えとかで結構歩いた記憶はあるけれども、探索するためにこんなに歩くってなかなかやったことないんじゃない？皆さんも。そうですね、YouTube 的にもね、あんまり東京駅紹介してる動画少ないんで、これ結構貴重映像。貴重映像でもね、本当に皆さん目的があってね、行き交う人々の中、私たちは永遠に東京駅をさまようっていうね。前回大巻温泉泊まったんで、東京ステーションシティホテルとかね、帝国ホテルとか。そうだね、もう今後泊まってみたいホテルバンバン泊まりに行って撮影しようと思う。そういう動画も結構ありな気しますけどね。そうだね。全国の宿泊施設の皆さん、ぜひお声掛けください。もうお願いします。もう本当に、めちゃめちゃ楽しかったです。皆さんもぜひね、東京駅で遊んでみてください。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録よろしくお願いいたします。さあ、富山帰りまーす。今から